はい、どうも皆さんこんにちは。私です。今日はですね、阿弥陀池大黒さんがやっているブランドでおこしというお菓子があるんですね。去年も鎌倉紅屋さんのくるみっことコラボレーションしていたので、知っているよっていう方はいると思うんですけれども、基本的に阪急でしか売ってない商品なんですね。なので関東圏に住んでいる人はあまりちょっと馴染みがなかったり、去年もですね限定商品だったので買えなかったっていう人もいるかもしれないので、改めてその紹介していこうと思うんですけれども、阿弥陀池大黒さんが1800年ぐらいから200年以上ですね、お菓子を作り続けている老舗のお菓子屋さんで、おこしっていうのはお米とか、穀物をいって水飴みたいなものと混ぜたりして作った和菓子ですよね。干し菓子っていうんですかね。おこしっていうお菓子があって、そこの老舗メーカーさんなんですけれども、その中でおこしっていうそのブランドをですね一つ立ち上げて、阪急に出店したのは割と最近なんですね。阪急梅田店に鎌倉紅屋さんが出店したのも、ここ最近2年ぐらい前だったりして、その記念といたしましてもう一回ですね、今年もおこし鎌倉紅屋くるみっこバージョンを発売しますよということだったんですね。前の動画で去年は買うことできなかったですってお話しして、このカンカンだけでもと思ってメルカリで買わせていただいたっていうお話をしたかと思うんですけれども、これが去年の第1弾のおこしと鎌倉紅屋がコラボした時のカンカンですよね。やっぱり中身も食べてみたかったなーっていう気持ちはあったので、今年はですね絶対買うぞという意気込みでいました。オンラインで予約販売みたいなものがあったので、朝9時か10時ぐらいにですねパソコンの前に待機してなんとか予約できたのがこの商品になります。早速開けてみようと思うんですが、これですね、オンライン限定でついてくるっていうトートバッグ柄は後で見ようと思うんですけれども、これがついてくるのでちょっと必死になっていたっていうところがあります。これが、阪急の紙袋ですかね。くるみっこ缶を買いに行きましたっていう動画があったと思うんですけれども、色はちょっと違うかもしれないんですけれども、ミニくるみっこ缶のパッケージになっていた模様ですね。で中身が、これですよね。今回は、2タイプセットになってたんですよね。鎌倉紅屋の赤っていうタイプと、紺色の方で2個出ていましたよっていう感じで出してみると、左右で絵柄が揃うような感じになってるんですよね。中身に関してはくるみっこキャラメルっていうのとくるみっこキャラメルジンジャーっていうのの2種類が入っている感じですね。これは去年と変わらないんじゃないのかなと思います。赤って書いてあるのと紺って書いてあるのも、パッケージの違いなのかなと思います。前回が結構平べったい感じに対してちょっと厚みが出て、ちょっとボックス型のカンカンになっているのかなっていう気がします。で外側にはですね紙のスリーブにスポッと入っていて、この窓枠からリス君が内出の小槌を持って見えるっていう感じですね。この窓枠もですね、これ多分お米の形に切っているんだと思います。かなりこだわったデザインになっているなと思いますね。こっちは鎌倉のお昼なのかな。でこっちが多分大阪の方の夜の景色なのかなと思います。これ逆でもつながるのかな。つながるっちゃつながるか。横は絵柄が見切れている感じですかね。でちょっとスリーブを開けてみましょうか。これを取ってみると結構カラフルなカンカンになってますね。スリーブが結構単色系だったのに対してカンカン自体は結構カラフルな色使いで可愛らしいなと思います。横にはですねお米とくるみが印刷されてるのかな。この赤の方がくるみっこ仕様、紺色の方は阿弥陀池大黒さんの紺色をイメージしているのかなと思います。で一応インスタライブとかもチェックしていたんですが、これ裏側にもちゃんとリス君がいるんですよね。反射が怖いのであんまり角度はこれ以上傾けられないんですけれども、ちゃんとですね赤の方は赤っぽい印刷、紺色の方は紺色っぽい印刷でリス君と内出の小槌が印刷されてるんですよね。でニュースが発表された時にツイッター上でギャーギャー騒いでたと思うんですけど、これ見えますかね。この内側にもちゃんとリス君とかこのおこしなのかなくるみっこなのかな印刷されていて、結構今回は至る所にギミックが凝っているなと思うんですよね。多分こっちの方もこっち向き逆なのかな。開く方向も逆になってるんですね。こっちもこっちでちゃんとリス君が印刷されていて、帽子をかぶってて、これ大黒さんなんですかね。大黒さんの格好になってますね。紺色の方が違ったりするのかな。紺色の方も同じかな。
色違いで反転している感じですね。でも内出の小槌から出ているのが違いますね。くるみが出ているのとお米が出ているのの違いがあるみたいですね。赤と紺で微妙に変えてあるっていう感じがしますね。でこれがセット販売で購入した人についてくる、トートバッグになります。デザインは両方のその鎌倉と大阪のデザインと、真ん中のリスクの内出の小槌がふわってなっていて、再構成されている感じですよね。裏側には特に何もないですね。で生地は結構普通のよくあるトートバッグのエコバッグとかにあるようなリネン系の生地になってますね。そこまで厚みもないけどかといってペラペラしている感じでもない、ちょうどいい感じかな。なんかちょっとした小物を入れるぐらいにはちょっと張りがあるので、これに何か包んでポーチ代わりにしてあげてもいいかなとは思うんですが、一番はこのやっぱカンカンを入れてあげるのがいいのかなと思いますね。2個入れてぴったりとちゃんと入る大きさなので、これごと持って運ぶことあるのかちょっとわからないんですが、一応これ限定の先着200名様かなのセットなのかなと思います。一応その阪急梅田のイベントとかでも売っていたりしてですね、これトートバッグそんなにいらないよっていう方はこれ単品でカンカン売ってるので、カンカンだけっていう人も全然ありかなと思いますね。値段はねセットにしたところで変わらないです。それぞれ単品で2個買うのとトートバッグ付きのを買うので別にお値段は変わらないので、せっかくならね欲しいですよね。可愛いし何かに使えるんじゃないのかなと思います。今はもうだいぶ時間が経ってしまって売り切れちゃっているかもしれないんですけれども、第2弾として今度クリアファイルがついてくるみたいな情報をちょっと私ちらっと見ました。ちょっとそれも欲しいですよね。欲張ってしまうとどうなのかなと思うんですが、このトートバッグが買えなかった方は今から買うと今度はこのデザインのクリアファイルがもらえるみたいなので、ベニヤさんでクリアファイル出るんだって思ったらそっちも欲しくなっちゃう気もするんですが、今回はトートバッグが買えたからいいかなという気持ちでいようと思います。で実際のお菓子の中身は阿弥陀池大黒が作り続けてきたおこしの伝統製法と鎌倉紅あのキャラメルソースが出会いましたって書いてあって、2色2種類ですねのお味が楽しめますよって。阿弥陀池大黒産の安藤おこしにはキャラメルとかジンジャー以外にもミルクティーとか抹茶とか他にもなんか結構6種類以上なんかいっぱいいろんな味があるので、そっちもちょっとそのうち食べてみたいなと思うんですが、ちょっと関東に住んでいるうちは難しいのかもしれないので、今回はとりあえずこのくるみっこバージョンを美味しく食べていけたらいいかなと思いますね。これがジンジャー味ですかね。結構ちっちゃめの個包装になっているので食べやすそうな感じがしますね。パクッといけそうな感じがします。こっちは普通のキャラメル味でこっちジンジャー味っていう感じで10個ずつ入ってるみたいです。こっちに10の10の計20個でこっちも10の10の計20個、これ全部2セットで40個入ってるみたいですね。じゃあですね、せっかくなので今から1個ずつ両方の味食べていこうかなと思います。まずはこの定番っぽいくるみっこのキャラメル味ですね。開けてみます。どんな感じなんだろう。結構ちっちゃめですね。小ぶりになっていて一口でパクッといけそうなサイズ感になってると思います。これがおこしのお米の上に、くるみっこのキャラメルが乗っているのかな。いただきます。美味しいですねこれ。お味に関してはそこまでこうくるみっこくるみっこしているというよりもおこしの方のお米の甘さみたいなその香りとかがちゃんと香っていてキャラメルの甘みも感じるっていうちゃんとコラボレーションとして成立しているお味になっているのかなと思いますね。ただ私おこしのオリジナルの方を食べたことがないのでどう違うのかっていうのはちょっと比べようがないんですけれども、ちゃんと美味しいなと感じますね。結構小ぶりですぐなくなっちゃうので意外とこれペロッと20個食べ終わっちゃうんじゃないのかなという気がしますね。じゃあ今度はこっちのジンジャーの方を食べてみようかなと思います。オリジナルの方のおこしにもジンジャー味っていうのがあるのでそれを参考にしているんですかね。見た目に関してはそんなになんか違いはあるようには見えないですね。いただきます。美味しいですね。これも
美味しいしか言えないんですけれどちゃんとジンジャーの味っていうんですかね、生姜のその香りがもう噛んだ瞬間にこう香ってくる感じはしますね。でもなんかそんなに強いその癖のあるような香りではなくて、ちゃんと美味しくお菓子の味としてこうエッセンスを加えてくれる感じの風味になっているのかなと思います。でこっちもですね、どちらかというとおこしの方のお味が強いのかな。くるみっこのキャラメルがそんなに前面には出てきてないと思います。なのでこうおこしと、くるみっこっていうお菓子がそれぞれ独立したお菓子として、コラボレーションをしているっていうよりも、この2つがこう一緒になってまた新しい味を作り出しているっていう、そんな印象を受けますね。まあそのこともあってくるみっこのお味を期待して食べるとちょっと違うかもしれないって感じる方がいるかもしれないです。くるみっことはまた別で、これはおこしくるみっこっていうお菓子ですね。第3のコラボレーションをしたこの商品ならではのお菓子のお味になっているんじゃないのかなと思います。いいのかな、こんなレビューで。なんか的外れなことを言っていたら言ってくださいなんか最近公式さんにちょっと YouTube の動画見つかってしまったみたいなので、あんまりこう偉そうなことは言えないんですが、美味しいのでぜひ食べてみてください、買ってみてくださいっていうことだけは伝えられたらいいのかなと思います。では今日はそんなところで失礼しようかな。まだいっぱいあるので、これからどんな飲み物と合わせて飲んだら美味しいのかなとかもちょっと研究していこうかなと思います。機会があったらね、大阪に出張に行った時とかに別のオリジナルの方のおこしさんを買ってみたりとか、そういう楽しみ方もしたいなと思います。では今日は阿弥陀池大黒産のおこしと鎌倉紅谷くるみっこがコラボレーションしたお菓子おこしくるみっこが今年も出ましたよっていう、そういう動画でした。何か参考になっていたら幸いです。皆さん良いくるみっこライフをお送りください。では。